日経平均は2026年6月25日の終値で 72,366 円まで史上最高値を更新しました。その後、AI 半導体関連株への懸念をきっかけに急速に値を崩し、7月14日の終値では 64,611 円まで下落しています。わずか1ヶ月ほどの間に1割を超える下げ幅です。高値圏で持ち続けていた株や投資信託の含み益が一気に目減りしたという方も多いのではないでしょうか。このまま持ち続けていいのか、それともここで売った方がいいのか、そう迷っている方も少なくないはずです。ただ、焦らず判断するための方はきちんとあります。高値のうちにとにかく売っておけばよかった、そう思われた方もいるかもしれません。ただ、全部売るか全部持ち続けるかの二択で考えると、そこに感情が入り込み、判断そのものが難しくなることがあります。どちらか一方に決めてしまう前に、中間の選択肢があることを知っておくだけでも気持ちは変わってきます。利益確定のタイミングにこれといった正解はなく、目的やリスク許容度によって最適な判断は変わります。今日は高値からの下落局面で多くの人が陥りやすい判断の方に絞ってお伝えします。今回の動画では、全部売るか全部持ち続けるかの二択をやめること、値上がり幅に応じた売却ルールをあらかじめ決めておくこと、NISA 枠を優先的に埋めていく考え方、そして資産全体の見通しを確認しておくこと、この4つを順番に整理します。今回のテーマは、個別株で利益が出ている方だけの話ではありません。投資信託やインデックスファンドで気づけば含み益が膨らんでいる方にも関わってくるテーマです。特定口座で運用している方は、税金の扱いも合わせて確認しておきたいところです。50代、60代の方にとって身近なテーマとして順番に整理していきます。制度や相場の言葉だけを表面的に覚えるのではなく、自分の場合はどうなのかを一緒に確認していきましょう。お金と自由の航路へようこそ。船長です。慌てず判断するための方をこれからもお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。正直な話をさせてください。私自身、含み益の扱いに迷った経験があります。以前、個別株を保有していたのですが、値下がりが続く中で、どのタイミングで売るか迷い、結局、売らずに持ち続けたところ、さらに下がり続け、上がることのないまま、塩漬けになってしまった経験があります。当時を振り返ると、下がり始めた初期の段階で、小さいうちに早めに見切りをつけるという発想が私にはありませんでした。もう少し待てば戻るはずだという根拠のない期待に判断を委ねてしまっていたのだと今では思います。一方で今保有している投資信託は大きな含み益を抱えていますが、特定口座で運用しているため売却すると税金がかかります。税金はいつ売っても結局かかるものであり、頭では分かっていても実際に引かれることを考えるとなかなか踏み切れず迷っている時期があります。悔しさや反省が残っている一方で、これも勉強代だと割り切っている部分もあります。このテーマで私自身が実際に悩んでいることがあります。一部だけ利益確定するという選択肢をうまく使えていないという悩みです。全部売るか全部持ち続けるかの二択で考えてしまい、そこに感情が入り込むと判断がとても難しくなります。だからこそ値上がり幅に応じてあらかじめ決めた比率で機械的に売却する仕組みがあればいいと思っています。何は利上昇したらどれだけ売る、さらに何は利上昇したらどれだけ売るというルールを先に決めておき、証券会社の設定機能などを使って自分の目で見ずに実行するのが一番自分に合っていると感じています。欲が出てしまうわけ
人間の感情こそが一番の敵になると私は考えています。仕組みさえあれば、迷う場面そのものを減らすことができるはずだと私は感じています。もう一つ、正直な本音があります。非課税で運用できるNISA枠を十分に活用できていないときに、税金のことがちらつく瞬間があります。ただ、合理的でないと分かっていて、先延ばしにしているわけではありません。合理的には早く動くという行動自体は、実際にできています。NISA枠を埋めた上で税金を払うのは、仕方ないと思っていますが、できることなら、無駄な税金を払う前にNISA枠を早く埋めておきたかった。そう感じている自分がいます。特定口座のうち源泉徴収ありを選んでいる場合は、売却して、譲渡益が確定したときに、自動的に税金が差し引かれます。その仕組みそのものは、仕方がないことだと納得しています。NISA枠の外で運用している部分は、利益が膨らむほど、税金も一緒に膨らんでいくという事実があるからです。こうした迷いを感じたことがあれば、一言でもコメントで聞かせてください。ここからは、なぜ今、高値圏でこうした迷いが生まれやすいのかを整理していきます。そもそも含み益とは何なのかを整理しておきます。含み益とは、保有している株や投資信託の購入した時の価格より、今の評価額が高くなっている状態のことです。含み益のままであれば、税金はかかりません。日々変動する評価額を毎日気にする必要はありません。売却して利益を確定した時点で、初めて税金がかかります。保有している口座にも違いがあります。NISA口座で保有している場合は、利益を確定しても、税金はかかりません。一方、特定口座や一般口座で保有している場合は、利益を確定すると、その利益に対して税金がかかります。例えば、同じ100万円分の含み益でも、NISA口座であれば、税金を引かれずに、そのまま受け取れます。特定口座で源泉徴収ありの場合は、利益に対して税金が差し引かれた金額が、実際の手取りになります。同じ含み益でも、どの口座で持っているかによって、売却した時の手取りが、大きく変わってくるということです。高値からの下落局面で、この含み益がどう扱われるかが、今回のテーマの中心になります。2026年7月時点の報道によれば、日経平均は6月25日に、72,366 円まで史上最高値を更新した後、7月中旬にかけて、急速に値を崩しました。背景の一つとして、米国の平和半導体関連株への懸念の広がりが挙げられています。7月に14日時点の終値は、64,611 円まで下落しています。急な値動きの局面で、値傘のハイテク株を中心に、売りが集中したと見られています。こうした値動きの背景にも、含み益を失いたくないという心理が働いていた可能性があります。なぜ、高値から下がり始めると、人は焦って売りたくなるのでしょうか。一つには、含み益が大きいほど、それを失うことへの恐怖が強くなるという心理があります。せっかく増えた利益を、今度は減らしたくない。その気持ちが強くなるほど、冷静な判断が難しくなります。行動経済学では、こうした心理に名前がついているほど、多くの人に共通する反応だと言われています。得をする喜びよりも、減ってしまう痛みの方を、人は強く感じやすいという考え方です。利益が増えている局面ほど、その痛みを避けたいという気持ちが強く働き、判断が難しくなりやすいのです。もう一つの心理として、アンカリング効果と呼ばれるものもあります。一度目にした高値の水準が、その後の判断の基準になってしまい、そこから下がることを、実際以上に大きな痛手のように感じてしまう、という傾向です。もう一つには、全部売るか全部持ち続けるかという、二択でしか考えられないと、どちらを選んでも不安が残ります。
売れば、その後さらに上がった時の後悔を恐れますし、持ち続ければ、下がった時の後悔を恐れます。待てる方も、実は不安がないわけではありません。不安がないのではなく、不安をあらかじめ想定した上で、判断の手順を先に決めていることが多いようです。想定していない値動きに出会うと、誰でも動揺します。だからこそ、値動きが小さいうちに、どう動くかを決めておくことに意味があります。税制の面でも、知っておきたいことがあります。課税口座で売却して確定した株式や投資信託の値下がり分は、条件を満たせば、他の譲渡益などと差し引ける仕組みがあります。一方、NISA 口座で生じた値下がり分は、この仕組みの対象にはなりません。対象になる条件や手続きの詳細は、年度ごとに見直しの議論も続いている分野のため、証券会社や税務署の最新情報で確認しておくと安心です。今後、続報や状況の変化があれば、このチャンネルでも改めて整理してお伝えします。感情に判断を握られたくないという思いは、私だけでなく、多くの方が感じていることだと思います。こうした状況を踏まえた上で、今から確認しておきたいことを具体的に整理していきます。どの方法を選ぶ場合でも、まず生活防衛資金を確保した上で考えることが大切だと私は思っています。余裕資金の範囲で無理なく続けられる形にしておくことが長く付き合っていくための土台になります。一つ目は、全部売るか全部持ち続けるかの二択をやめることです。含み益の一部だけを利益確定し、残りは持ち続けるという選択肢があることをまず知っておいてください。例えば、値上がり幅の節目ごとに一部だけ利益確定すれば、利益を確保しながら上昇の可能性にも備えられます。全部を売ってしまうと、その後さらに上がった時に利益を伸ばす機会を逃してしまいます。逆に全部を持ち続けると、下落した時にそれまでの含み益を大きく失うことにもなりかねません。一部だけ利益確定しておけば、どちらの場合でも後悔の度合いを小さくすることができます。どのくらいの割合で一部利益確定するかは、人によって最適な答えが変わります。大切なのは、全部かゼロかで考えることをやめて、自分に合った中間の選択肢を持っておくことです。証券会社の注文方法の中には、保有数量の何割かを指定して部分的に売却できるものも用意されています。こうした注文方法を知っておくだけでも、全部かゼロかという極端な選択に陥りにくくなります。2つ目は、値上がり幅に応じた売却ルールをあらかじめ決めておくことです。何割上昇したらどれだけ売却するのか、そのルールを相場が動く前に決めておくことが大切です。証券会社によっては、指定した価格に達したら自動的に売却する注文方法を用意しています。こうした仕組みをあらかじめ使えば、その場の感情に左右されず判断を実行できます。人はどうしても含み益が増えるほどもっと増えるかもしれないという期待が強くなります。そこへ相場が下がり始めると、今度は下がる前に打っておけばよかったという後悔の感情が判断を鈍らせます。あらかじめ決めたルールに従うことは、そうした感情の波にその都度振り回されないための一つの工夫です。相場を毎日見ながら判断しようとすると、どうしても心が動きやすくなります。あらかじめ条件だけを決めておき、あとは見ないという姿勢も大切だと私は思っています。3つ目は、NISA 枠と課税口座を分けて考えることです。非課税の NISA 枠を優先的に埋めていく発想を持つと、課税口座に残った含み益への向き合い方も変わってきます。年間の NISA 枠は決まった上限があるため、早めに埋めるほど非課税で運用できる期間も長くなります。同じ値上がり益でも
NISA 枠の中であれば、税金を引かれることなく、そのまま受け取ることができます。課税口座に資金を置いたままにしておくと、利益が増えるほど、将来かかる税金も比例して増えていきます。だからこそ、新たに投資に回せる資金があるときは、NISA 枠から優先して埋めていくという順番を意識しておくことが、長い目で見ると差につながります。NISA 枠には、1年間に投資できる上限があります。上限まで使い切っていない部分は、翌年に持ち越すことができません。だからこそ、含み益がある課税口座の資金をどう扱うかという判断は、NISA 枠をどう使うかという判断ともつながっています。非課税で運用を続けられる期間が長いほど、複利の効果が働く時間も長くなります。だからこそ、早めにNISA 枠を使い切っておくことには、長期的な意味があると私は考えています。4つ目は、自分や家族の資産全体の見通しを確認しておくことです。老後資金を含めた資産全体をざっくり確認したいときは、無料ツールお金と自由の航路ナビも目安として使ってみてください。年金や生活費、貯蓄などをもとに、今のお金がどれくらい続きそうかを確認できます。一部の資産の含み益だけを見ていると、その部分の増減に気持ちが引っ張られやすくなります。資産全体の見通しを確認しておくと、目の前の値動きに対しても落ち着いて向き合いやすくなります。資産全体の見通しが見えていると、一部利益確定する際の目安も立てやすくなります。ここでよくある誤解も整理しておきます。一つは、利益が出ている以上、早く売った人が正解だという考え方です。売った後にさらに上がれば、それは結果論であり、その時点での判断が間違っていたわけではありません。もう一つは、負ける人は根拠のない楽観で持ち続けているという考え方です。実際には、あらかじめ決めたルールや資産全体の見通しがあるからこそ、落ち着いて待つことができているだけです。焦って売る人と待てる方の違いは、勇気や才能の差だけではなく、判断の仕組みを持っているかどうかも大きく関わっています。焦って売るか待てるかを最初から才能で決めるのではなく、今日お伝えした方を一つずつ試してみてください。では今日の内容を4つにまとめます。まず1つ目は、焦って売るか待てるかを分けているのは、全部かゼロかで考えてしまうかどうかだということです。2つ目は、値上がり幅に応じたルールをあらかじめ決めておくことで、感情に判断を左右されにくくなるということです。3つ目は、NISA 枠を優先的に埋める視点を持つと、課税口座の含み益への向き合い方が変わるということです。4つ目は、資産全体の見通しを確認しておくと、目の前の値動きだけに気持ちが引っ張られにくくなるということです。今の水準はそこなのか、それともまだ下がる途中なのか、その答えを誰も持ち合わせていません。これから上がるか下がるか、その答えを私が出すことはできません。だからこそ、今日お伝えした4つの方のように、そこがどうかに依存しない判断の仕組みを持っておくことが大切になります。その上で、長期投資を続けるかどうかを考えるなら、日本の成長にこの先も長期的に信頼を置けるのであれば、高値からの下落も一つの通過点だという見方もできますし、そうでないと感じるなら、無理に投資を続ける必要はないと私は考えています。長期投資という意味では、目先の高値も安値も一つの通過点として捉える見方を私は大切にしています。目先の値動きに一喜一憂するよりも、今の水準がこの先の歴史の中でどんな通過点だったのかを振り返れるように淡々と向き合っていきたいと私は思っています。通過点だと捉えられるかどうかは、自分の投資の目的がはっきりしているかどうかにも関わってくると私は思っています。今回お伝えした水準や動きは、2026年7月時点で報じられている内容に
基づいています。今後、続報や状況の変化があれば、このチャンネルでも改めて整理してお伝えします。相場は今後も動き続けるため、数字そのものより、判断の型を身につけておくことが大切だと私は考えています。かつての塩漬けの経験も、今回NISA枠を埋めきれずにいる迷いも、判断の型を持っておけば、次はもう少し落ち着いて、向き合えるはずだと、私は考えています。最後まで、利益確定という、悩ましいテーマと一緒に、向き合ってくださり、ありがとうございます。今回の内容が参考になったら、高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。